おはようございます。クレヨンです。朝食は車内で焼いたホットサンド。こうしたひとときも、キャンピングカー旅の醍醐味ですね。出来たてのホットサンドと入れたてコーヒーで、ゆったりと朝を満喫しました。天気が良いので、千里浜渚ドライブウェイをもう一度走ってみます。爽やかな海岸線ドライブで、北陸の旅2日目がスタート。抜けるような青空とまではいきませんが、良い天気の日に走る砂浜は、とても楽しいです。砂浜の一本道と、遠くに連なる山並み。空から眺める雄大な景色に心が躍ります。そして、吹き抜けていく海風が心地いいです。能登半島を一気に北上し、本日最初の目的地に到着しました。ここは、聖域の岬と呼ばれる場所です。日本三大パワースポットの一つと言われ、青の洞窟や長寿を授ける大藤大社など、神秘的な景観が迎えてくれます。外下に見える宿、ランプの宿は、地震の影響で休業中ですが、営業していた頃は絶景の人気宿だったそうです。有料エリア内に少し飛び出している展望ポイントがありました。入場券を購入して中へ。突端からは、この上ない絶景が広がります。足元は格子状の通路になっているので、下がよく見えてスリル満点。この立地なら、人気が出るのも納得ですね。すぐ隣の展望台からも素晴らしい景色が望めました。さらに先には、どんな景色が待っているのでしょう。強い海風にさらされ、木々がすべて斜めに傾いています。切り立った岩場の向こうに、荒々しい日本海が広がっていました。崖の上から、ハート型に見える水たまりを見つけると幸運が訪れるそうです。続いて、この赤い鳥居をくぐると、下へと続く道が現れます。つづら折りの遊歩道を下ると、トンネルが目の前に。その先に待っているのが、名高い青の洞窟です。洞窟の中は、神秘的な光に包まれていました。鏡のように水面が反射する美しいポイントもあります。この先にあるのは、青の洞窟の名前の由来となった場所。かつては海水が流れ込み、日の光で青く輝いていた場所も、
地震の隆起で今はその姿を見られなくなりました。それでも差し込む光は神々しく、心に不思議な力を与えてくれるようです。夕日が差し込む時間帯はさらに幻想的な景色になるとか。最後にお参りをして洞窟を後にしました。まだまだ幸運スポットは続きます。こちらは有料エリア外にある長寿のご利益がある場所。難破船の乗組員8人を救ったと伝わる大蛇が富士になったという大富士大蛇。触れると10年長生きできるそうです。地面に力強く根を張り、その生命力を感じさせる富士でした。旅を長く続けられるように、しっかりとお参りして、ご利益をいただきます。幹が3本あるので、それぞれ丁寧に触れてきました。最後に併設の売店を覗きます。開運グッズから定番のお土産まで幅広い品揃えです。カフェも併設されているので、日本海を眺めながらのんびり過ごせます。パワースポットで英気を養った後は、能登の海岸線を南へ戻ります。途中でドローンを飛ばし、上空から景色を楽しみながら進みました。切り立つ崖と白波が砕ける岩場。能登の荒々しい景観も、空からもじっくり堪能できました。能登半島の西側を走るのは初めてでしたが、地震や豪雨の爪痕が至るところに残り、復興の道のりはまだ長いと感じました。続いて、白米千枚田に到着。千枚の棚田が日本海へと連なる絶景で知られ、2011年に登録された世界農業遺産、能登の里山里海の一部を成しています。2024年の地震と豪雨で大きな被害を受けましたが、この日も多くの人が修復作業に励み、水をたたえた田には苗が植えられていました。一方で、水の張られていない区画も多く、復興はまだ道半ばのようです。日中も美しい景色ですが、夕日に染まる棚田は格別とのこと。また改めて訪れたいですね。
白米千枚田を後にし、次の目的地へ。向かうのは、120キロ先の金沢市です。急がず、のんびりとドライブを楽しみながら進みます。まず立ち寄ったのは、金沢カレー研究工房近江町市場店。夕食は、もちろん金沢名物の金沢カレー。初めて入るお店なのでワクワクします。注文したのは、白米ライスに金沢カレー。そしてトッピングに能登豚とんかつを乗せてみました。ソースがかかったカツとキャベツのビジュアルが食欲をそそります。いただきます。ねっとり濃厚なルーは辛さ控えめで、コクが際立ちます。トッピングの能登豚とんかつは油の甘みが豊かで、サクサク衣と柔らかい肉がルーと相性抜群。シャキシャキのキャベツも良いアクセントです。ルーが少なめだったので、次は増量してもいいかもしれません。豊富なトッピングで、金沢カレーを存分に楽しめる素敵なお店でした。食後は静まり返った近江町市場を少し散策し、夜の雰囲気を味わいます。次は金城温泉元湯へ。コインランドリーで洗濯を済ませつつ、一風呂浴びます。リーズナブルながら泉質が良く、肌がツルツルに。館内も清潔で心地よい温泉でした。お風呂でさっぱりした後は、夜の景色が素晴らしい観光スポットへ。金沢の東茶屋街は、江戸時代から明治初期に建てられた茶屋町の面影を残す、重要伝統的建造物群保存地区で、金沢の人気観光スポットの一つ。人気のスポットなので昼間は観光客で賑わいますが、夜になると一転、静かで雅やかな雰囲気に包まれます。古い町家を照らすガス灯と控えめな照明が幻想的な空気を演出。誰もいない路地を歩くと、まるで時を遡ったような感覚になります。写真に収めると、より一層趣が引き立ちますね。ノスタルジックな風情が漂い、胸が高鳴ります。東茶屋街から程近い浅野川大橋へ向かいます。この辺りにもレトロな建物が多く、情緒豊かな景観が続きます。橋からは、歴史的な街並みと近代的なビルが重なり合い、味わい深い眺めが広がっていました。川面に映る明かりも美しく、道端にある細やかな装飾一つ一つが雰囲気を高めています。最後に金沢駅へ移動し、ライトアップされた鼓門を眺めて、この日の旅を締めくくりました。